どうも、ちぬこチャンネルです。今回はジムニーで車中泊をします。動画の前半は便利アイテムの取り付け、後半は釣り車中泊をお届けします。荷室が狭いので不安はありますが、なんとか工夫してみます。ジムニーカスタムはシリーズ化していますので、ご興味のある方はチャンネル登録をお願いします。ジムニー最大の弱点は荷室の狭さです。これが原因で購入を諦めた方も多いと思います。寸法は横幅1300、長さ980、高さ850です。シートアレンジで全席を倒してみます。長さ180、横幅54です。私は身長が低いので寝れると思います。ただこのままでは快適に過ごせないので、便利アイテムで改善します。まずはラゲージマットです。K プロダクツというメーカーを選びました。ラバータイプなので汚れても掃除しやすく、荷物が滑らないように加工されています。ラゲージマットの種類には 3D タイプもありますが、エンボス加工が深く溝に汚れがたまりやすいです。縁が盛り上がっているので、全席を倒した時にフラットにならないというデメリットがあります。このラゲージマットは私の用途に合っているので選びました。ぴったりサイズでずれることなく段差も解消できます。次はユーティリティサイドバー。発売から品薄が続いている人気アイテムです。早速取り付けてみます。カーメイトからもサイドバーは出ていますが、色がメタリックです。セイコー産業は色がブラックで内装と合うので、こちらを選びました。まずアシストグリップを取り外します。よし、これがアタッチメントですね。このアタッチメントの内側にクッションを貼り付ける。よいしょ。こんな感じですね。6ミリのネジにワッシャーをつけて、OK。だいたい真ん中につけといて、このカバーを分解してフック引っ掛けてみます。ほいいいですね。ハンガーを吊るしたり、ロッドホルダーを取り付けることもできます。次はルーフネットです。このサイドバーに取り付けます。サイドバーにつける場合とラゲージにつける場合、両方とも対応してるんですね。今回サイドバーをせっかく取り付けたので、ここにネットを貼りたいと思います。結構しっかりしたネットですねいい感じ。ゴム製ではなくて伸びのないタイプのネットですね。こんな感じかな。なんかもうちょっときつく締めた方がいいのか。これね、結構難しいです。なんかギュッと締めるのが非常に難しい。本当はもっと貼りたかったのですが、うまくできなかったので他のネットに変更してみます。これはカーメイトのカーゴネットで N 版で使っていたものです。これのいいところは伸縮性があるんですよね。ゴムになっていて伸びます。私の使い方だったらこっちの方が使いやすいと思います。次は折りたたみテーブルです。コンパクトな備え付けタイプを選びました。いいですね。ちょっとした重さもあるし、質感もね、ザラザラした感じだから割と内装と合ってるんじゃないかと思います。ここにつけてゴムで留めると収納できるようになってます。90度立ち上げる、こうですね。
両方立ち上げて、この 6mm のネジにワッシャーを2つ種類違いで差し込むと。これはね、折りたためるんですよね。下にレバーがついていて、ここをこうやって、おお、めちゃくちゃいいはい、折りたためるから使う時だけこうやって出せばいいので、飲み物とちょっとした食べ物ぐらいだったら置けそうですよね。次はエアーマット。コンパクトに収納できるソロキャン用を選びました。バルブを開けると勝手に膨らむインフレーター式です。エアーマットを選ぶ時の注意点はサイズと厚さです。このマットは長さ188センチ、幅65センチ、厚さ7センチです。横幅ぴったりですね。一晩快適に過ごせるかどうか明日試してみます。最後はプライバシーシェード、車中泊の必需品です。ノーブランド品ですが N 版でも使っていたので迷わずこれを選びました。吸盤で取り付けるタイプです。純正品の半額以下で買えるのでコスパが良く機能性も十分です。 OK。 はい、車中泊仕様完成しました。ということで早速明日尾鷲まで1泊2日の釣り車中泊をしに出かけたいと思います。雪降ってきた。久しぶりに見たな、雪。この先10キロほど道なりです。1130円です。ここに竿を入れることができるパックロットならね、めちゃくちゃいい景色。今の時間はまだ貸し切りといった感じ。よいしょ。虫じゃダメ。いけないと。ダメですね。こんばんは。いや、釣れないです。はい。ああ、はい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 。鱗がたくさん落ちてるとこが釣れてる場所。なるほどなるほど。なんか数日前は釣れてたみたいですけどね。結構日ムラがある感じですかね。今年群れが良くないみたい。ああ、なるほどね。ちょっと今日は難しい感じですね。寒い。さすがに真冬の夜は冷える。いいお湯でした。よし、ではこれから車中泊スポットに移動します。はい、今夜の寝床車中泊スペースが出来上がりました。助手席側にマットと電気毛布、寝袋、枕を置いてます。ポータブル電源持ってきたので電気も使えます。撮影機材の充電もバッチリ。運転席を前にスライドさせると釣り道具全部乗ります。クーラーボックスとタックル、荷物を入れていたストッカーですね。これがテーブル代わりになりますね。ちなみにこの中には私物を入れちゃいました。今からご飯を食べようかと思うんだけど、このネットはねちょっと取っときます。あるとね頭がつっかえちゃいそうなんで。マグロの握り、
マグロマグロばっか。あと唐揚げね、エビです。それからコンビニで買ったひじき、いただきます。大トロの握り。とろける。おいしいあ、なんか鼻に抜ける感じがすっごい桃っぽい香り。それではもう夜も遅いことだし、歯を磨いて寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。初めてジムニーの車内で一泊しましたが、今回は釣り道具やクーラーボックス、寝袋、ポータブル電源などいろいろと積んでいたので、寝るスペースが確保できるのか心配だったけど、結果的に問題なく車中泊をすることができました。以前乗っていた N 版と比べると確かに窮屈さは感じます。フルフラットにならないので寝返りも打ちづらかったです。ただ一人だったら十分快適に過ごすことができると思います。以上、ジムニー車中泊をお届けしました。今回は残念ながら魚が釣れなかったんですが、また車内調理もしてみたいですね。次回はタイヤとホイールを交換する予定です。ジムニーカスタムはシリーズ化しています。ご興味のある方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。